こっちも大丈夫。やっぱり人集まらなかったね。だね。昨日までと比べると。ほら、あんたたち、サボってないで片付け手伝って。はーい。お疲れ様です、ユキ先輩。素晴らしい演説でしたよ。ちゃんと伝わった。昨日の失点を補うにはまだまだ足りないわね。頑張りましょう。でも再スタートとしては悪くない滑り出しなんじゃないかしら。それはこっちでやっておくから、あんたは次にすべきこと考えてなさい。状況は不利なままなんだから。やっぱり昨日の朝のことが噂になってるみたいね。どちらにしてもこの状況を打開するには行動するしかないわ。次で巻き返しを図りましょう。次って言うと討論会？そうなるわね。討論会は大勢の生徒の前で意見を発表できるから。のんちゃん、これどこに運べばいいの？ああ、こっちも。ねえ、聞こえてる？はい。どうかしましたか？だから、これどこに片付ければいい？重い。できれば早く指示してくれると嬉しいかも。それは部室まで運んでほしいのです。こちらはどうしましょうか。それはのんちゃんの方で回収しておきますので。ゆうき、聞いてるの？しっかりしなさいよね。あんたがそんな調子じゃ逃げていった票なんて取り戻せないんだから。それで討論会のことなんだけど、やっぱりシミュレーションはするべきよね。なら会長に相談してみましょう。あとは何か用？いや、用っていうか、そこの大島候補に呼ばれてたんですけど。結城に？どういうこと？ちょっとどういうことなの？あの人、昨日ゆうちゃんの演説を聞いてくれてた人ですね。そうなの？はい、向こうに。いや、そんな風に頭を下げなくてもいいって。俺も悪かったからな。もう一度聞きに行くよ。
結構面白い演説だったし。ゆうちゃん、もうすぐ放課後の演説なので、できれば打ち合わせをしたいとちんちゃんが言っていたのです。なので呼びに来たのですが、そちらの人は昨日辻立ちに来てくれていた人ですよね。どうしてですか？いや、こちらこそ昨日はお騒がせしました。つい熱くなっちゃって。いえ、ごめんなさいなのです。それにしても他のやつから話には聞いてたけど、本当に訪ねてくるとは思わなかったよ。いや、迷惑ってわけじゃなくてさ、6000人の生徒の中から昨日の騒動に巻き込まれた奴らを探して声をかけて回るなんてさ、普通なかなかできないって。にしたって立派だよ。朝から少しの空き時間もずーっと回ってたんだろ。そんな言ってくれればのんちゃんも手伝いに行ったのですが。まあなんというか気が変わったよ。頑張れよ、俺も応援するから。お疲れ様。もうすっかり調子は戻ったみたいね。のんちゃんから聞いたわよ。ご苦労様。でも私たちにも一言相談してほしかったかな。撤収の準備終わったのですよ。心配よね、のんちゃん。さて、それじゃあ部室に戻りましょう。そっか。それじゃいってらっしゃい。
一番疲れてるゆうちゃんにわざわざ家まで送ってもらうなんて申し訳ないのです。そんなことないのです。みんなにはいっぱい迷惑をかけてしまいました。のんちゃんのせいでせっかく集まってくれた人たちが離れてしまいました。のんちゃんがもっとしっかりしていれば。その時もあのマシーンのトラブルのせいでのんちゃんのおかげ？ゆうちゃん。それは恥ずかしいところを見られてしまったのです。できればなかったことにしてもらえるとありがたいのですが、それはつまりなかったことにはしないということですか？意地悪なのですよ。そんなに笑わないでください。約束ですよ。送ってくれてサンキューなのです。のんちゃんはここまでで大丈夫ですよ。
今日たくさん頑張ったゆうちゃんは帰ってしっかり休んでください。疲れた顔で演説しても人の心をつかめないのですよ。ゆうちゃん、今日は本当にありがとうございました。それでは明日もよろしくなのですよ。いきなりどうしたのですか？ゆうちゃんものんちゃんの美貌にメロメロなのですね。それではのんちゃんはここで失礼するのです。ではまた。頑張れよ。応援してるからね。ご苦労様なのです、ゆうちゃん。見事な演説だったのですよ。もうすっかり調子は戻ったみたいね。私はゆうくんのことを言ってるんだけど、大島の割には頑張ったんじゃない？この調子なら巻き返せるかもね。そんなに甘くないわよ。むしろこれからが勝負なんだから。ささっと撤収するのですよ。のんちゃん、元気になったみたいね。うん、やっぱりのんちゃんはああでなくちゃ。何ニヤニヤしてるのよ。してたわよ。しっかりしなさいよね。まだまだやることはいくらでもあるんだから。それっておとといの？わかったわ。こっちは私たちに任せて。でもそれでは結局東雲さんのやってる部活や部費の削減と同じようなことになってしまいませんか？まあそもそも何かしようとすると部活を維持するための予算を削る必要が出てくるのは確実なのですが、正直な話、今の生徒会の予算が公平でないという話も実際のデータが公開されているわけではないのでわからないのです。
はどうですか？ごめんなさい。それで、話を戻します。ただいまー。疲れた。なんだとは何よ。せっかく外で頑張ってきたのに、ずいぶんなご挨拶ね。あ、おかえりなさいなのですよ。ただいま、のんちゃん。たったいまー。戻ったわよー。ビラ配り終わりました。あら、みんなもちょうど戻ったところかしら。みたいですね。お疲れ様なのです。まあ、できることはやらないとね。それで、そっちはどう？大体のところは当たりをつけました。あらかた修正は終わったのですよ。ねえねえ、それって何してたの？もしかして討論会に向けての作戦会議とか？はい、この間の朝の時に言われていた制度悪用についての対策を考えていました。でもそれって難しくない？あんまり余計なこと言わない方がいいんじゃ。それも一理あるわね。そもそも悪用なんてしようって人たちが本当にいるのかもわからないしね。触れない方がいいのかも。そうなると、有権者の質問に答えられない立候補者というレッテルを貼られてしまうのです。まあ、確かにあの二人ならそう見えるように仕向けてくるかもしれないわね。そういうことなら、主張の穴を潰しておくのは有効ね。実際、おかげでマニフェストに説得力が増したのです。わあ、すごい書き込み。ほんとびっちり。よくこんなにいろいろと考えたわね。私も手伝うわ。どうしてって、別に理由なんてなくたっていいでしょ？大したことないわよ。結城の方こそ何遠慮してるの？それじゃあ3人でサクサク進めましょう。